皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴本当にありがとうございます。今回は12月の星の解説とタロットリーディングをさせていただきます。まず最初に星の12星座共通の星の解説なんですけども、12月っていうのは本当に1年の総まとめで皆さんも幸せでお忙しいと思うんですが、星で見てもやっぱり2025年って結構いろいろあったよねっていうそのまとめの月になります。で、皆さん自覚されてるかされてないかわからないんですけども、本当にこの1年を過ごした私たちっていうのは強くなってるんですね。いろいろ経験を積んで鍛えられたっていうのがあるので、無自覚かもしれないんですけど、何か過去の自分とは違う自分っていうのがあるはずなんです。で、さらにそこから12月ってもっとなんか来年に向けての期待が生まれたりとか、希望とか、なんかまるで旅に行きたいと思うような、心が解放されていくような、なんかそういう広がりのある自由な感覚がすごく強いんですね。それなぜかっていうと、12月の1日から金星という社交性とか喜びとか愛情とか、そういった華やかなエネルギーもいて座という性質になっていますし、あと太陽も今いて座に入っていて、で火星という行動力やバイタリティっていうものもいて座に入っているので、とてもこのいて座の開放的な自由な、挑戦していきたい、冒険してみたいみたいな広がるエネルギーがなんとなく強くなるっていうことなんです。で、さらにそれが12月の中旬ですね、12日から15日あたりっていうのはもう水星もいて座ですし、もういて座祭りっていう形ですごくこの中旬あたりにおそらく単に未来に無茶な希望を持つとかではなくて、この1年やりきったよねっていうその自分の強さとか、超えられた自分をもとに、だったら来年はこうしたいなとか、もうちょっとこうなったらいいなとか、きっとこうできるはずだっていうような期待ですね。新しい扉を開いていくような期待を皆さん持ち始めるんじゃないかなと思いますし、いや全然そういうのないですっていう方も、ぜひ何かしら自分にとってプラスになる意図を持つことによってそっちの方に引っ張られやすくなりますので、実際12月20日が新月なんですけど、新月の前に自分の感覚やどうしたいのかとか願いとか、そういったものを書き出したりまとめたりして、新月の12月20日に改めて意図していただくっていう風にすると、とってもなんかスムーズに2026年につながっていくなっていう感じがします。そしていて座っていうのは火のエネルギーなので、燃える情熱を燃やして現実を作っていくっていうエネルギーが強いんですけど、もう一方で特にこれは12日までっていう前半が強いんですけど、水のエネルギー、魚座とか蟹座とかさそり座という水のエネルギーが非常にうまく関わっていて、私たちの深いところでこの愛情とか優しさとか、本当に自分たちに大事なものって何かなっていうことを感じながら、その情熱や後半は情熱とかやりたい方向とか、なんか希望っていうものが湧いてくるっていう形なので、特に11月と12月っていうものを比べると、11月はもういろんなものが逆行して、惑星が逆行していて、なかなか前に進まないとか思い通りにならないっていうことも多かったとは思うんですけど、それに比べると12月っていうのは非常にスムーズで、私たちの心が安定していて、何が一番大事かを分かった上で自分のやりたいことや情熱っていうものが芽生えやすい時なので、その星のエネルギーがあるんだな、そういう天気予報なんだなっていうことを理解した上で、皆さんそれぞれの生活に合った目標や意図を立てていただけたらと思います。それから15日からはですね、火星がヤギ座に入るということで、非常に真面目な努力していくとか、責任を果たしていくとか、そういった真面目なエネルギーも入ってきますし、12月の22日からは太陽もヤギ座に入るということで、ここからなんか地に足をつけた動きっていうのかな、そんな感じになってきます。なのでざっくり言うと、前半は心が豊かになりやすい、いろんなことを感じやすい。そして中旬は情熱が湧いてきやすい、新しい希望や期待を持ちやすい、新しい扉を見つけやすいみたいな形で、後半になると22日以降になると、それをどのように現実化させていこうか、しっかりと自分の世界を築いていこうっていう真面目なエネルギーになってくるということです。来年の運勢は別の動画で解説していきたいと思います。ではここからタロット見てみます。よろしくお願いします。はい、ではここから水亀座さんのタロットリーディングをさせていただきます。お願いします。
12月1ヶ月分だと思っておいてください。はい。じゃあ一緒に見てみましょう。12月です。ソードのエース逆。タワー。カップの2。ワンドエース。戦車の逆。カップキング。ワンド3。はい。気をつけることは対策が。ペンタクス7の逆と、吊るし人の逆。そしてオラクルは、ソードの9の逆です。そうかって感じですね。まず12月20日の新月は、こう今後の自分のための願い事っていうのかな。他者と関わるとか、新しいコミュニティとか、今所属しているチームとか、会社とか、そういったグループとか団体とかの中で自分がどのような立ち位置でいるかっていうこともはっきりしやすいですし、そのチームの中での役割っていうのも浮き彫りになったりとか、そしてまた個人の中でも過去の自分よりもこれからの自分に期待したいみたいな思いが強くなるので、そういったことを意図していただくのが一番ふさわしいかと思います。そして12月22日以降っていうのは少しなんか社会的にガンガン頑張るっていうよりも、年末ですしね、今年も1年よく頑張ったなということで自分をねぎらってゆっくりして自分を整えていく、そんな流れになっていくんじゃないかなと思います。で、カードで見たときに、まずやっぱりオラクルがワンドの9の逆っていうのは、なんかね、組ませてる時もちょっと思ったんですよね。なんか、外側の世界がどれだけ良くても、運勢がどれだけ良くても、やっぱりなんとなくですけど、体が疲れているとネガティブになりやすかったりとか、自分を責めやすくなったり、謙遜したくなったり、または自分を小さい、もう私なんてっていう方が安心みたいな感じがあるんですけど、必要以上に自分を責めないでっていうのが、混ぜてる時にすごく感じたことです。なので、もしかしたらなんか、全然うまくいってるし、いろんなこともうまくいってるし、問題ないのに、なぜか自分を責めたくなってる。例えば過去のことを思い出してほじくり返して、あの時の私は悪かったなとか思ってみたりとか、なんかそんなことで、自分を責めないでよ、みたいな、そんな感じがしました。そして、入り口がソードのエースなので、何か、ちょっと無理してでも自分は何かに挑戦していかなくちゃいけないんだ、みたいな、そんな思いがあるのかもしれませんね。でも、おそらくね、またね、2026年の動画は、改めてちゃんと撮りますので、楽しみにしていただけると嬉しいんですけど、12月っていうので行った時に、ここに至るまで、11月とかも結構ね、逆行もあったりとかして忙しかったと思うんですけど、なんかここに至るまでに、なんか、やっちゃったなとか、もう私ってこうだからみたいな、そういう自分を責めたくなる気持ちとか、もしくは何かが思い通りにいかなかったっていうことなのか、なんかそれが尾を引いて、チクチクと、じくじくと自分を責めたくなってるみたいな感じがあって、そこを払拭するためにもっと頑張ろうとか、もっと何か言うべきなことをしようとか、前向きになろうとか、してるのかなって感じがあるんですけど、カードからのメッセージとしてはもっとシンプルです。もっとシンプルに、責めなくていいし、自分のことをまず責めなくていいし、過去のことじゃないそれって、みたいなメッセージと、あと、人との関係が豊かになってる部分ありませんかみたいなメッセージがあるので、そこの関係性さえも疑って、なんか、あの時はすごくいい言葉をかけてくれたけど、でもやっぱり、自分の言ったことおかしかったかも、みたいな、そんなこと思う必要ないよ、みたいな。本当に、人との関係性においては、水亀座さんの魅力が溢れている。なんか何回か前に続いてたと思うんですよ。なぜか、水亀座さん人気だな、みたいな感じがあったと思うんですけど、そんな感じで、人が寄ってきてると思うんですね。で、向き合うチャンスがあるなら、それを楽しんでほしいです。そして、人と関わることによって自分のエネルギーがまた復活します。復活するというのは無理やりなんかエネルギーを出そうとするんじゃなくて、なんか整理されるって感じかな。うっ血していたエネルギーが自分の中でぐるぐる回ってうっ血していたエネルギーが人と関わってコミュニケーションすることによってスムーズになんか流れて、
こうガス抜きができて、シンプルに、じゃあこれやってみようかな。じゃあ仕事しようかな。みたいな、そんな感じになりそうなんです。そして、無茶に走るんじゃなくて、もう最初からもうゆっくり行きましょうみたいな形で、少しブレーキを踏みながら慎重に、進んでいく感じがします。そしてやっぱり人との関係いいんですよね。自分は例えば、なんか私ったら全然仕事がちゃんとできてないみたいな感じで思って、きっとなんか店長は私のこと嫌いだわとかね、なんか勝手にそういうこと思いそうですけど、全然そんなこと思ってない。店長はすごい可愛がってたとか、そういう感じ。なんか店長とか上司とか、親とかもそうですけど、目上の立場の人は温かく水亀座さんを見てますよっていう感じが出てます。そして水亀さん自身も、なんか、この12月を過ぎたら、なんか、なんだかんだ言いながらちゃんと収められるっていうのかな。自分で自分のやったこともちゃんと、自覚して、よく頑張ったなって思って、また、こう、来年の希望を持つみたいな、そんな感じが出てます。いいですね。いいですね。はい。そして、対策として言われているのが、ペンタクスの7と、あと、吊るし人の逆が出てるんですね。なので、もしかしたら、やっぱり今はそんなに動きづらいのかもしれません。でもなんか無理やりやらなくちゃいけないって思っているかもしれないので、何を、すごくやらなきゃいけないって思ってるのかなっていうのをご自身で自覚されるといいかもしれませんね。なんか今ある現状は確かにある。でもこれっていつかなくなるかもしれないし、そのまま置いてたら腐っていくかもしれないから、新しいものを取りに行かなくちゃいけないみたいな焦りがあり、で、その思い自体はすごくポジティブで前向きなことだからいいって分かってるんだけど、なんか動くに動けない自分をもっと頑張れるはずなのに、もっとやらなきゃいけないのに、なんかそうならない自分をどっかで誰かが責めてるんじゃないかっていう気持ちになっているみたいな、誰も責めてないんですけどね。なんかそんな感じです。でも、あえて止まっていいんじゃないですかって感じがします。特に12月22日以降って、ちょっと休もうね、みたいな感じなんですよ。1年よく頑張りましたね、みたいな。なぜならば、やはり、1月のね、後半に入ってきたらお誕生日迎える方も出てくるので、誕生日の前の1ヶ月っていうのは、その1年をねぎらって、自分のいらないものを掃除する、波動調整するというか、余計なものを整理していく、そしてクリーンになっていくっていう時なので、なんかがむしゃらに進むっていうのとはちょっと違ってくるんですね。なので、すごくそれを自分でやって、ちゃんと、収められるっていう感じがしました。なので、最初のね、そんなになんか、責めないでって感じがしましたよ。はい。で、ちょっと仕事のこと見てみようかな。はい。お仕事ね。カップの9。スター。ソードの8ということで、ご自身が自分がね、世間とか環境にどう見られてるかっていうのを気にするあまり、小さくなっときますとか、ちょっと、迷惑かけないようにしときますみたいな感じで弾いてるけど、周りはやっぱりめちゃくちゃ、水亀座さんを必要としてるっていうのがもう出てますね。で、だからこそ、なんか声をかけられたりとかして逆に忙しくなるっていうか、ちょっとこれ以上自分を縛りたくないんです、みたいな感じがあります。なので、仕事ってなった時に、こう、チャンスがある。仕事やその今携わってるお仕事の中で、思いもよらぬ喜びがある感じがします。で、それって本当は、昔の自分が望んでたことじゃないですかみたいなメッセージもあります。だけど、それをまた持続させるためには、頑張らなくちゃいけないとか、もっと時間をかけなくちゃいけないとか、なんかそんな感じがあって、この幸せを感じるためには何かを犠牲にしなければならないみたいな、そういう思いがあるのかもしれませんが、そういう想念で自分を縛ってるだけかもしれないので、自分で自分を許す。本当に、まずは自分で自分を許すように努力してみてください。別に周りの人は責めてない。自分が一番責めていたって感じ。なので仕事として、その自分を許す意識を持って世界を見てみたら、本当に、喜びがあるよって言われてます。
なんかヒントを得るんじゃないでしょうか。そうだったのみたいな、そういう思わぬ喜びですね。なんかそれを得られるような気がしますよ。ちょっと人間関係見てみますね。人間関係はカップのエース、ペンタクルスの10、カップの6ということで、すでにいい関係性があるんじゃないでしょうか。それは物理的な距離感とか頻度とか関係なく、この人は好きだなとか、この人との関係ずっと続くといいなとか、そういう心置きなく自分を見せれる人っていうのがいるのかなって感じがします。で、いませんっていう方は、ぜひ、自分が心を見せてみてください、相手の人に。実はこういうことを感じてるんですとか、こう思ってるんですって。そしたらすごく通じる。隠すからこそ通じ合えてないような気がするけど、実はって自分のなんか心の内とか手の内を見せたら、そうだったんですか、私もみたいな、なんかそういう感じで繋がる感じもあり、で、なおかつペンタクスの10というカードも出ているので、本当に家族のように、なんか心の家族っていうのかな、なんかそういう集いみたいなのもすごくできそうですし、もし12月にその人とね、集う機会があったら楽しいんだろうなって思います。なので、その中で自分を見せるっていう、自分をなんか飾らずに見せていくと、すごく通じる気がします。なんか損得なしで、反応し合える、感覚を反応し合える相手との関係性を経験できるのかなって思いました。はい。そんな感じかな。もし何か通じたよという方は、ぜひいいねボタンやチャンネル登録やコメントで教えてください。はい。では、ちょっと最後にもう一枚見てみますね。12月の水亀座さん、オラクルカード。はい。どうですか？こんな感じが出ました。皆さんもご自身の直感使ってメッセージ受け取ってみてくださいね。なんかいいですよね。なんか必ず、なんか自分の中では孤立しているとか、さっきもなんか自分は嫌われてるんじゃないかとか、必要とされてないんじゃないかみたいな恐れがあるけど、いや、そんなことないよね、みたいな。必ずその感情の奥に何かオアシスがあるよね、みたいな感じがあり、なんか例えば砂漠って、このカード自体はね、なんかそういう感情的にもしかしたら枯渇してるかもしれないけれども、よくよく見てみたらその中に必ずオアシスってあるよねっていう感じのカードなので、もし今ご自身で自分のことを責めていたとしても、でもその他の感情もちゃんと見てみたら、自分を認める感覚もあるよねとか、さっきの人間関係においても、通じ合える人もいるよねとか、仕事でも私役に立ってるよねみたいな、なんかそういうのがポツポツと見つかって繋がって大きな泉になっていくって感じがするので、ぜひ自分をあまり縛りすぎないで、責めすぎないで、自分を許す、自分を解放するっていうような1ヶ月になったらいいなと思います。はい、ということでここまでにしておきます。今回も最後までご視聴ありがとうございました。失礼します。